はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。3月は星がとても動くので、先生術のお話は別動画にまとめています。ぜひそちらまだご覧になってない方はその動画を見てからこの動画に戻ってきていただけると、より一層この3月の動き活かしやすくなるかと思います。よろしくお願いします。では行きますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード4、カップナイト逆、カップ5、ソード5逆、デビル逆、ソードキング、はい、カップの6、気をつけること対策がカップのナイト、カップキング逆とワンド7逆と、オラクルはじゃん、ワンドのページですね。どうされましたか？なんかちょっと休憩が必要という感じがしますね。星で見た時には、今自分の人生を楽しもうとか、自分がどんなリスクがあったとしてもチャレンジしていく、何をチャレンジしていきたいですかっていうような、自分で自分の人生を作っていく、そのためのステップがあるっていう感じがするんですけれども、ですけれどもカードで見るとちょっとこんがらがった感情があるなって感じがするんですよね。ですので一旦こんがらがったものをさらになんとかしようっていうよりも、ちょっと寝かしときましょうかみたいな、ちょっと気分転換して違うことを考えて、もう一回そのこんがらがったものを見てみれば、こうすればよかったねみたいな感じですぐ分かるっていう感じで、なんとかしてその問題を解決しようっていうよりは、ちょっと一旦俯瞰して置いとくみたいな、そんな感じがいいのかなと思いました。もう一つ、今火星というね、行動力とかバイタリティっていうものが自分の可能性を広げようとしてくれてるって感じもあり、でなおかつ自分がその何にチャレンジしますかって言った時に、そのチャレンジっていうのは必ず怖いものだったりするんですよね。やってみたいけど怖いからチャレンジしないのか、それとも怖いけどチャレンジするのかって言った時に、この火星がやってみようよみたいな、ちょっと自分の可能性信じてみようよっていうことにグッと引っ張ってくれるんですよね。ですので、もしかしたらこのサソリ座の皆さんの中で急に遠くに行きたくなるとか、ちょっと気分転換に旅行に行きたくなるとか、そういうふうに思われたらぜひ行動してください。何もその頑張るっていうのって、もう本当に怖くて怖いものにストレスとかプレッシャーに押しつぶされそうになりながらやるっていうだけじゃなく、息抜きももちろん大切なので、息抜きに行くとか、どっか旅行に行くとか遠出するっていうこと自体もチャレンジかもしれませんし、でももしそう思ったらぜひやってみてくださいね。それはものすごくいい自分のリフレッシュにもなるでしょうし、いい転換になりそうです。自分が変わるきっかけになりそうなので、ぜひ行ってみてください。煮詰まってる、カードで見ると煮詰まってるって感じがするんですね。でも星で見ると煮詰まることもあるでしょうけれども、それを超えていくんですよねみたいな感じがあり、なのでその煮詰まってるものを解放してくれるのが、新しい自分の今までにない行動だったりとか、テリトリーを広げることだったりとか、チャレンジしてみるっていうことなので、自分が何かをすることを許可するっていうふうにしてみてほしいんです。そうするととってもそれがいい自分のきっかけになるみたいですよ。すっごい嫌だし面倒くさいしって思うんだけど、やってみたらめちゃくちゃすっきりしましたとかね、自分にとってこれは絶対に良かったっていうような感じになりそうです。そうですね、全体のところで言った3月の2日から金星という惑星が逆行するんですけれども、これはもしかしたらその同僚の仲間の中での誤解があったりとか、または今いる職場の中での自分の役割っていうものにあまり自分が価値を置けなくなったりとか、本当はすごい価値あるんですよ。でも価値がないように感じたりとかっていうふうに要するに勘違いが起きやすいっていう時なのでね、もしくは自分の体とか自分の健康って本当にこれで今完璧なのに、あそこがこうだとかここが弱いみたいな感じで自分が至らないところに目を向けてしまいがちだったりっていうことで、本当の価値っていうものを見過ごしやすい時とも言えるわけなんです。なのであんまりね自分に負荷をかけて頑張りすぎないでねって、特にお仕事に関しては負荷かけすぎないでねっていうのを言いたいんですよね。でカードで見てもやはりここでソードの4が出てるっていうことは、何かを保留にしたい、ちょっとお休みしたいんだっていう感じが出てます。だけどその保留にするとか
ちょっとお休みすることによって他者に迷惑をかけたくないっていうような思いがあり、なんとかやっていますが、でもなんかもう状況的に一旦少し保留にしたり置いとく方が全てがうまくいくって感じがしますね。寝かす方がうまくいくみたいな感じです。より一層足して何かをしようっていうのではなく、ちょっと話してみるみたいな感じかな。なんかその引っかかるのは、要するに他者に対しての気遣いなのか、自分が迷惑かけちゃったっていうようなその罪悪感なのか、もしくは自分が何かをしようとすることによって他者に迷惑かけたくないなとか、これするって言ったら周りの人はどう思うかなみたいな、そういった実際は起きてないことなんですけど、その他者とか周りの人に対しての気遣いがあるがゆえに気苦労をしてるってみたいな感じなんですね。でさっき言ったみたいに、もしかしたら周りの人全然何も思ってないかもしれないんですよ。自分が勘違いしてるだけっていうこともあるかもしれないので、その自分がどんな思いにとらわれてるかっていうものをぜひなんか書き出して、それを手放すっていうのをしてみてほしいなというふうに思います。例えばですけど、一つの、ね、簡単な方法としては、その自分が思ってることとか頭の中にあることを全部書き出すとかってとてもいいって言われてますよね。ジャーナルとかもすごく効果があるっていうふうに言われているように、何を気にしてるのかっていうことを書き出してみて、書いたやつをくしゃくしゃポイってするとかなんかそんな風にしてなんか手放してほしい、手放すように意識してほしいなというふうに思いました。でその後じゃあ私は私でやっていきますみたいな感じで、急にキリッとして、もうキリッと立ち直って前を向いていく、正々堂々と前を向いていくって感じがあるので、これとてもたくましいですね。でそうなると今度はプラスの方に転じて、もう他者に優しくする余裕も出てくるみたいな感じがあります。だから少し何かこんがらがってるんでしょうね今。でもそれをちゃんと手放せますよ。ここでもうデビルの逆が出てるので、もうそういう考えにとらわれるのはやめたみたいな。例えばやってみたいんだけどすごく怖い、でも他者に迷惑かけるんじゃないかなとか、そういうふうに思うけど実は全然そんなことないって感じなんですよ。例えば自分はまだまだ全然英語を喋れないけど、思い切って何かの会に飛び込んでみた。でも自分だけ会話についていけなかったらどうしようとか、周りに迷惑かけたらどうしようと思うけど、でもその状態でも自分がそれを楽しむっていうことを意図して参加することによって、その場っていうのはものすごく生かされる、他者にも貢献になるみたいな。でよかったって思う、自分が自分をできてないっていうふうに卑下したり判断して自己ジャッジをして自分で自分を苦しめるっていうことさえ気づいていれば、自分の目的、自分が何のためにそれをするかっていうことを自分で自分を喜ばせるとか、自分で喜ぶことを許可することによって、その場はいい風にいくらでも変えれるっていうことを、それが気づける、なんかそのチャンスがあるっていう感じがしました。すいません、うだうだ長くて言いたいことがうまく伝えられなくてすいません。なんとなく伝わりますか？ですので、トータル的に言われてるオラクルがやっぱりワンドのページなので、ゆっくり慎重に進んだらいいんですよって、一足飛びに行こうとしなくていいんですよっていうメッセージとも思いましたし、すごくやっぱりコートカードもたくさん出ているので、他者との関わりの中で感じることがたくさんあるんだろうなと思います。でそしてなぜか自分の立場が悪いとか、自分はまだまだだみたいな、自分をすごく不利な立場にいるように捉えて判断してるかもしれないなと思ったんです。そして3月14日が月食ですけれども、この月食っていうのは誘い座の皆さんにとっては、自分の喜び、自分の自己表現、自分の喜び、自分はこれでいいんだって思いと、他者にこれは受け入れられるんだろうかっていうような、なんかその相反するエネルギーのピークがあるんですよね。ですので先ほど言ったみたいに、なんかそのこんがらがってるっていうのもおそらく他者との関係性や他者の思い違いっていうものなので、なんかそれは俯瞰して、自分が気にしすぎているだけだったと思ったら、もういきなりなんかピリッと自分を立て直すっていう感じがあるので、そして余裕を持って他者に優しくしてあげれるっていう感じがしましたよ。ちょっとこれを踏まえてお仕事を見させてください。ちょっと何言ってるか分かんないっていう感じは方はすいません。できるだけ自分が感じていることを早くお伝えしたいと思ってるんですけど、順序立てて組み立ててるうちに忘れてしまったり、自分の頭に思い浮かんでることが消えてしまったりするので、早く言おうとしてるうちにちょっとね、尻滅裂になっているかもしれません。はい、お仕事っていうので見た時にワンドの3、そしてソードの7ですね。
今バンドのナイトとソードの7とワンドの3ですが、私が感じたのはご自身の中の優先順位あると思うんですね。もうそれはもちろん仕事でああしたいこうしたいっていうのはあると思うんですけど、それっていつまでにやるかによって優先順位変わるじゃないですか。1年後までにやればいいことを今絶対やらなくちゃいけないってわけでもないみたいな、そんな感じで方向性さえ決まっていれば大丈夫なんですよっていうふうに言われてるんです。それを他社の会社の中とか仕事で関わってる人たちに全部説明しなくても、自分がはっきりとした何のためにこれをしてるかっていう、今は何のためにこれをしますっていうものがちゃんと分かっていれば、それで進められますというふうに出てるんですね。ワンドの3っていうのは非常に未来を見てるカードなんです。黄金の海を見てるカードなんですよね。そしてワンドのナイトっていうのもそれに向かって頑張るぞっていうカードなんです。ただソードの7っていうのが、本当に私はこれでいいの、今これやってて大丈夫なのっていうような、他者のためになんか自分がやりたくないことをやってるみたいな感じのカードでもあったりするので、もしその思いが強いなら一時的に休止するとか、ちゃんと方向性は合ってるわけですし、普段から頑張ってるわけだからここだけはお休みいただきますみたいな感じにしてもいいと思います。誘い座の皆さんね、深く信頼を得たいと思ってる方が多いと思うんですね、他者との関係の中で。なのでお仕事を通しても自分の仕事に対する姿勢を他者にちゃんと分かってもらいたいって思いもあるかもしれないんですけど、今は誰かに分かってもらうっていうのではなく、これはもう運勢として大きな流れとして今は他者から受け入れられやすい時だから、あえてそこを意識せずに自分の進む道、やってみたいこと、チャレンジしたいことやっていいんですよっていうメッセージに思いました。他人にエネルギー注いでないんですよね。自分の未来とか自分のやりたいこととかっていう方にエネルギーを注いでくださいっていう感じがしました。はい。ちょっと人間関係も見させてください。人間関係、ソードエース、ペンタクスエース、ペンタクスの6ということで人間関係とってもいいですね。最後にね、先ほどもカップの6っていうのが出ていて、誰かになんか優しくする余裕も出てくるのかなっていうふうに思ったんですけど、人間関係って見た時にエースっていうことで、ソードのエース、ペンタクスのエースっていうことが出ていて、でさらにペンタクスの6っていうのは非常に人に対して余裕があるというか、人に対していいものを一緒に生み出していける基盤や素材が揃ってますって感じがしました。もしかしたら誰かに対してちょっとチクッと言いたくなることもあるかもしれませんが、それによって逆にすごい信頼を得られたとか、信頼してもらえたとか、分かってもらえたっていうのもあれば、自分が大事にしたい人、これまで大事にしてきた人、そしてここから大事にしたい人との関係っていうのもずっと続きますよっていうふうに言われてますし、また自分がこれまで誰かから受けた優しさ、そして自分が何かをしてあげるっていうことも非常にバランスよく保ててますっていうふうに出てるので、人間関係はとてもいいんですね。で星で見た時に、今このチャレンジっていうのって、なんかチャレンジという言葉だけ聞くと大変なのかなと思うかもしれないんですけど、やってみたかったことをやるっていうことなんですよね。でこれはレジャーを楽しむもいいし、恋愛を楽しむでもいいんです。ただ恋愛を楽しむとかレジャーを楽しむって言った時に、でもお金用意しなきゃ旅行に行けないとかっていう、そういったちょっとしたチャレンジはありますよ。でも喜ばしいことですから、それに対して人間関係は非常にいいです。ですので、もしかしたら新しいお付き合いとか、なんかそういうのも生まれるかもしれませんね。なぜ自分の頭の中でごちゃごちゃしたことを外すっていうのが一番のポイントのような気がします。いかがでしょうか。何か分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。もう一枚引いてみます。オラクルカード。はい、このカードが出ました。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってみてくださいね。シャーマニックヒーラーということで、やはり何かをクレンジングするというのか、クリーンにする。でそしてきれいにして何かとつながるって感じがすごくしました。それを応援してくれてるよっていう感じがしましたね。ということで、ここまでしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。